はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はカナダ編最初のホテルということで、こちら、ピントかどうか、今ちょうど朝撮ってるんですけど、朝日のタイミングで眩しい。はい、JW マリオットパルクバンクーバーさんをご紹介したいと思います。はい、で、いつも私はお部屋までの動画を人がね割と少ない朝を狙って撮るんですけど、今、私は11月にこのバンクーバーに来てるんですが、日が昇る時間が、7時半過ぎに日が昇るんですけど、その時間にはもうチェックアウトする方も結構いるということで、入り口のねところでちょっと人とすれ違ったりしてしまったりしたので、ちょっとねいつもみたいに滑らかにいかずちょっと下を向けたりとか、もしかしたらねぼかしを入れるところもあるかなと思いますので、お見苦しいところもあると思いますがご理解いただけたらと思います。で、お部屋までの動画は、ちょっとねお庭といいますか中層階のところに外に出れるスペースがあったので、そちらちょっと寄り道しております。はい、そんな感じになってますので、雰囲気お楽しみいただけたらと思います。では早速お部屋までの様子とお部屋の中の様子撮ってありますのでご覧ください。
はい。では、お部屋をご紹介したいと思います。まず、お部屋の場所ですが、エレベーター降りて、こんな感じの今日は602のお部屋になります。はい。では、早速行ってみます。まず、入ると、右側が水回りっていう感じですね。で、左にクローゼットあるので、先にクローゼットを開けます。ちょっと私の脇が入っちゃってますが、はい。バスローブはこんな感じ。外はサラサラ。中は、まあ、タオルっぽい感じですね。タオルっぽいタオル地ですね。はい、こんな感じです。いいやつですよね。サラサラしてていい。で、こちらに JW マリオットのロゴあります。まあ、ハンガーもたくさんありますし、アイロン台、アイロンあります。で、金庫、ランドリーサービスになります。はい、こんな感じです。お、私映っちゃう。で、右側が、洗面台になります。ちょっとね、筋みたいに入っちゃうんですけど、これ何度かやったんですけど、解消しないんで、ちょっとお許しを。はい、こんな感じで、洗面台は1機のタイプです。で、アメニティとかは、ここですね。ここに入ってます。その他ね、足りないものは、ホテルにいう形、フロントにですかね、いう形になりますが、まあ日本みたいにね、たくさん海外は基本置いてないですよね。で、タオルあり、ドライヤーちょっとね、出してみましょうか。ただこれちょっと黒い筋がね、入っちゃうと、これなんでだろう。60、今これ50分の1で撮ってるんですけど、60分の1にするともっとひどかったので、はい。まあいいか。はい。で、ドライヤーは、海外来るとね、見たことのないやつに遭遇しますよね。こんな感じです。はい。で、お風呂は、シャワーブースのみかな。多分このホテルはシャワーブースのみですが、これは海外だとね、文化の差を感じますけど。はい、こんな感じのアメニティになります。まあ、どこでもかしこでもバスタブがあったりしないっていう。まあ、スイートとかはね、あるかもですね。はい。で、お手洗いはこんな感じ。バックタイプではない。はい、こんな感じです。あ、失礼。はい。で、お部屋はこんな感じ。ちょっとね、光量が暗めなんで、もうちょっと電気つくのかなと思いきや、これでいいって感じなのかな。はい。こんな感じです。はい。まあ、シンプルな、キングのタイプのお部屋になります。はい。で、ミニバースペース行ってみます。こちらが、イリーかな。はい。で、お水2つあり、コーヒーあります。あと、ロータスある。これはね、外車の、ディーラーとかに行くとね、結構おやつで置いてあるやつです。で、紅茶はイングリッシュブレックファーストとカモミールかなが置いてあります。はい、こんな感じ。で、これはアイスペールですね。はい。あとは、ミニバー、冷蔵庫かな。冷蔵庫はこちらにありますが、冷蔵庫は空です。はい。まあ、これまでちょっと日本のホテルが、こうなると豪華すぎる疑惑ありますよね。こんな感じ。特にないです。はい。こちらから見ると、お部屋はこんな形。割とね、シンプルかなと思いますが、まあ上品でいいのかなという気しますね。で、ベッドサイドは USB が2つと通常のコンセント。こちらは日本のコンセントで使えます。で、ここにも USB あるので、まあ、これは音楽用かなって感じしますけど。はい。で、逆サイドも同じ端子がありますので、USB2 つと通常のコンセントになります。で、今日は眺望は、まあそんなにいう感じかな。結構街中にあるので、こんな感じで川が見えるって感じで、空綺麗でね、いいかなって感じがしますけど、はい。こんな感じのビューになります。はい。こんな感じになります。はい。で、今日はラウンジが使えるお部屋なので、この後、ラウンジとか行くタイミングがあったら写真撮ってご紹介したいと思います。はい。では、引き続きよろしくお願いします。失礼します。はい。よろしくお願いします。今日はこちら JW マリオットのパルクバンクーバーさんということで、バンクーバーにある JW マリオットさんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。で、まず場所ですが、カナダの西海岸、バンクーバーの、まあほぼね、ダウンタウンにある、JW マリオットさんになります。
バンクーバーの空港からは車で20分から30分ぐらいですかね。はい、私は、アテンドの方にお送りいただきましたが、渋滞する感じもなく来れましたので、真っ昼間に来ましたが、そんなに混雑することもないのかなっていう印象ですけど、よくわかりませんなので2、30分の距離にあります。はい、で、ここの立地なんですが、ダウンタウンにあるので、街中ね歩いていくのも昼間はもう治安とかもそんな心配はないかなと思いますので、一応、事前に調べたりインターネットとかで調べてちょっと危険だなっていうエリアだけは調べてきていただいて、そこを通らなければ昼間は安全かなと思いますので、街をブラブラするのもいい場所にあります。私もホテルにチェックインをしてカフェとかね巡りにちょっと歩きに行ってきました。はい、なので楽しかったですね。で、そちらのカフェとかのご紹介は、これの前にカナダに行ってきたよっていう動画を上げてると思うので、そちらで行ったカフェとかはご紹介してますので、そちらでご覧ください。ちなみに今日は、来て一つと、次の日ですね、今撮る前に朝にちょっとカフェに行ってきました。で、バンクーバーのカフェは6時半とかに開いてるカフェが結構あるので、早朝にねちょっとホットチョコレート飲みに行くとかが楽しかったなと思います。はい、そちらもぜひご覧いただけたらと思います。はい、で、こちらの JW マリオットさんは、JW マリオットということでマリオットグループの一応ねラグジュアリーカテゴリーに属しているホテルになります。なのでマリオットグループのステータスをお持ちの方とかはマリオットグループのステータスも使えるかなと思いますので、はい、好きな方はね一つ選択肢になりやすいのかなと思います。で、日本の JW マリオットさんと比較していこうかなと思うんですが、その印象は、ホスピタリティとかは、正直日本の方がやっぱすごいなとは思います。で、こちらは、JW マリオットさんでも場所によって違うのかもしれないですが、割とねこうカジュアルな対応だなっていうのが率直な印象ですかね。で、バンクーバーっていう土地にはこれぐらいの方が合ってるのかなっていう印象も私はあるので、そんな気になりもしないですけど、日本の JW マリオットさんの、奈良ですかねとかの対応をイメージしてくると、もっとこうホスピタリティが熱い印象かなと思うので、そこはちょっとギャップがあるかなっていう感じがします。なんか割とレセプションはその丁寧なんですけど、海外とかで行くダブルとかのね感じにホスピタリティの感じは割と似てるかなっていう印象はありました。なので割とカジュアルな対応だったなっていう気は正直しますかね。はい、でお部屋はシンプルで JW マリオットさんらしい落ち着きもあり、家具とかもね割とあるタイプかなと思いますが、はい、安定してる感じはねしました。なので信頼できるブランドの一つであるのは間違いないと思うので、はい、ただホスピタリティはそういうギャップがちょっとあったかなっていう印象があります。はい、で、今日は、エグゼクティブラウンジを利用できるお部屋なので、エグゼクティブラウンジの雰囲気で、カクテルタイムかな、ディナータイムと言ってもいいかもですけど、夕食が出てるタイミングと朝食ラウンジでいただきましたので順番で出していこうと思うんですけど、席数は50くらいかな、50人くらいが入れるくらいの席数はあったかなっていうざっくりの私のイメージですけど、そんな感じです。で、混雑は全くしませんでしたなので、席の稼働率は2、30% が最大だったかなっていう感じが私がいた時間はねしましたね。で、朝食は私は、オープン6時半だったので6時半くらいのタイミングで行きましたけど、空いてましたね。食べ終わる時まで混雑する様子はなかったので、日本のねエグゼクティブラウンジの混雑みたいなことには海外ではほぼならないですよねっていう感じなので、そういう感じでとてもね落ち着きもあって、出てくる食べ物も美味しくて十分だったかなと思いますし、雰囲気もね落ち着いてて良かったかなと思います。はい、で、その他はこちらのホテルは
建物の中にカジノがあるので、カジノが好きな方はカジノもできます。で、プールはないんですけど、ジャグジーみたいなものはありますので、ちょっとね、人もいる感じだったので撮影はできなかったんですけど、もしね、公式の写真があれば載せようと思うんですけど、なかったらすいません。はい、っていう感じで、ジャグジーがあります。で、フィットネスとかね、そういうのはもちろんありますが、プールがあるっていうタイプのホテルではないので、そこはご注意をっていう感じですかね。はい。あとは、レストランね、夜、一番カジュアルなバーとオールデイダイニングみたいな感じですかね。お店は写真が撮れたので、おしゃれな感じでいいんじゃないかなと思います。はい。で、こちらのホテルは、バーが3つあります。で、私が割とバーを好きなので紹介するんですけど、今回はちょっと時間がなくて行けなかったっていうのと、理由もあって行けなかったっていうので、それをご紹介しようと思うんですけど、まず今のオールデイダイニングみたいなところが夜は、バーにもなるのでお酒も飲めます。で、もう一つはカジノの中におしゃれなバーがあるんですけど、カジノ私行かないのと、カジノはね、基本カメラ NG なので、写真撮影は携帯ぐらいならさせてくれるかもなんですけど、一眼持っていくっていうことができないのと、カジノに私が全く興味がないので、行かないっていうことで撮れませんでしたっていうことと、もう一つね、これ写真が出せるのかな、公式がなければ出せないんですけど、入り口の写真は撮ったので入り口の写真だけ出そうと思うんですけど、もう一つあるんですけど、そちらが割と高級なバーっていう雰囲気で、ホテルからも行けますし、ホテル以外の入り口もあってバーの入り口もあるのでそちらからも行けるんですけど、そのバー専用の受付があって、その受付の後に入るっていうタイプのバーなんですけど、私がちょっと飲みに行こうかなとは思ったんですが、入り口のとこにいる人たち、中にいる人たちがドレス、スーツっていう感じだったので、これはね、場違いだなと思って、ドレスコードが、暗黙とは言わないですけど、しっかりしてるお店かなっていう雰囲気があったので、そういうお店に、こうね、適当な格好で旅行者が行くのもいいんですけど、やっぱ私もね、海外に来るときは日本人を背負っているので、日本人ってマナーがないなって思われるのは、日本の方々にもね失礼なので、今回はその雰囲気の様子を見て控えましたということで行けなかったんですけど、本当はね2人とか3人でいればでも行っちゃうってやっちゃったかもしれないんですけど、そんな感じのいい雰囲気のバーがありました。で、今回はね、もしかしたらちょっとそういう会みたいのがあってそういう仕様になってて、本来はね宿泊者とかも割と行きやすいカジュアルな感じも出てるのかもしれないんですけど、今回はね、控えました。で、到着日っていうこともあったので、まだこの先ね、カナダにいる時間あるので、どこかではどこかのホテルのバー行こうと思うんですけど、そんなこともあったよっていう感じです。で、建物が外観、サムネにもなってるかな、なってなかったら載せようと思いますが、おしゃれなので、高級感もあってね、外国に来たっていう感じの建物で、街の中にあるおしゃれなホテルって感じで良かったかなと思いますね。そんな感じですかね。ちょっと今回はレストラン利用とかする時間がなかったことと、バーをねいまいちっていう飲まなかったのでご紹介できないのが申し訳ないんですが、そうですね、バンクーバー来るの私初めてで、バンクーバーの話はまたカナダ旅行行ってきたよ編で多く喋るかなと思うんですけど、やっぱ初めて来た街はさすがにずっとホテルにいるのももったいないので、ちょっと街に繰り出してしまいたくなるので、そうなるとちょっとねホテルの施設を使わずに外でご飯とかカフェとかを行ってしまうと、レストラン使わなかったりラウンジにいる時間って意外とないなってこともあるので、2回目とかにねバンクーバーに来ることがあればもうちょっとねホテルにいる時間が長くなるのかなって気がしますが、人生で初めてのバンクーバーということなので、ちょっとねさすがに観光というか街中散策しちゃうなっていう感じで、ホテル YouTube を撮ってるものとしては申し訳ないなっていう感じです。ただまたね来たい街の一つにはなりそうだなって気はしますし、そんなね旅になりそうな予感はしているので、最後どうなってどういう感想の動画が最初に上がるか分かんないんですけど、いいこと言ってるんじゃないかなって気はします。すいませんその他はあれですね、バスアメニティがちょっとこれ撮影しながらそんなパターンあるのかっていうんですけど、ちょっと待ってくださいね。これ新
新しいですよ。今までなかったんですけど、これもノーカットでもういきますよ。で、これがちょっとね、今移動してた分が早送りになってるかもしれないですけど、モルトンブラウンですね。ちょっとこれさっき部屋の中撮るときはそんな気にしてなかったんですけど、イギリスのブランドだと思うんですけど、しっかりしたブランドだと思います。私が無知なので申し訳なくて調べたんですけど、はい、多分いいブランドです、これ。香りとしては、割と柑橘系の香りが、こう、スッとね、抜けるような感じで、爽やかなね、香りだったなと思います。はい。なんでこれを私が調べようかと思ったというとですね、ここのスパが、モルトンブラウンと提携してる多分スパで、そういうことやるっていうのは変なブランドじゃないと思ったので一応調べたんですけど、はい、ご存知の方はね2の方かなと思いますが、もしくは私があまりに無知なのかもしれないですけど、また一つブランド知ったなっていう感じですけど、はい、そんな感じで紹介忘れました。はい、あとは、海外あるあるなんですが、バスアメニティの周りにあるアメニティですか、ひげ剃りとかその他の歯ブラシとかっていうのがほとんどない状態なので、欲しいものは、レセプションにお願いする形になると思いますので、電話でお願いしてもいいですし、マリオットだとマリオットのアプリでチャット機能があると思いますので、そちらで頼めば持ってきてくれますので、そういうね、もろもろですかね。なので、後から頼むのがめんどくさいっていう方はチェックインの時にこれありますかって聞いて用意してもらうのが便利かなとは思いますかね。はい、そんな感じですかね。ベッドの寝心地も良くて、今私ベッドメイキング、ちょっと枕だけはしょうがないんですけどベッドメイキングして撮影してますが、寝やすかったベッドでした。はい、初日にしてねちょっといいホテルだったなって気がしますということで、ここからしばらくバンクーバーとかウィスラーとかカルガリーとかバンフとかのホテルが続くと思いますが、またね、カナダに来たことがある方、これからちょっと興味がある方、ぜひね見ていただけたらと思います。では今日はこんな感じで、こちらですね、 JW マリオットのパルクバンクーバーさんをご紹介しました。はい、引き続きよろしくお願いします。では今日はこんな感じで失礼したいと思います。ありがとうございます。